節約習慣が身につけば自然とお金が貯まります。こんにちは、ピーチです。私は結婚13年で4000万円貯めた節約主婦。家族で楽しくをモットーに一戸建て、車を保有しつつ月20万円ちょっとで生活しています。今回はそんな我が家の節約習慣5選をご紹介します。節約習慣1つ目、買わなくていいものを探す。最近子供用の歯磨き粉を買うのをやめました。子供は5歳と10歳ですが、大人用の歯磨き粉を使っています。少量ずつ使い慣らすことで案外すんなり切り替えることができましたし、大人用の歯磨き粉は子供用の3分の1ほどのお値段なので節約に。また最近、ダイニングの椅子が1脚壊れてしまったのですが、新しいものを買わなくても大丈夫なことに気づきました。なぜならすぐ横に娘の勉強机の椅子があるから。使う時だけちょっと持ってきます。椅子の数が減ったことでお掃除ロボットをかける時の手間も減りました。日々の生活で買わなくてもいいものを探せばどんどん生活コストを下げることができます。我が家が買わないものは過去動画でたくさんご紹介してきたので、今回は一覧でお見せします。例えばお風呂用洗剤、トイレ用洗剤は買わず食器用洗剤を活用しています。洗剤はどれも成分が似ているので、大抵の場所は食器用洗剤でお掃除できます。洗顔フォームも買わずに体に使っている牛乳石鹸を顔にも活用。メーカーも顔に使えるとおすすめしているので安心です。また乳液やクリーム、ヘアオイルなどの保湿系はスクワランオイル1本で全て賄えます。このように一つのものを多用途で使いながら買う日用品の種類を減らしていけば、節約になるだけではなく、買い物や在庫管理も楽になります。買わなくていいものを見つけるコツは、何か買おうと思った時、これ本当に必要？と自問自答してみること。物に溢れた現代、必要なものはもう揃っているのに、企業は手を変え品を変え、いろんな商品を売り込んできます。例えば食器用の洗浄スプレー。これでフライパンの油汚れも楽に落ちそうと思うかもしれませんが、普通の食器用洗剤と古着のウエスを活用すれば普通に綺麗になります。空の牛乳パックを活用すれば高価なまな板シートも買わなくて大丈夫。洗濯洗剤は片手でプッシュできるものなどいろんな商品が出てきましたが、最近出てきた新商品は大抵高いです。なので我が家は粉洗剤一択。液体洗剤より汚れ落ちも良くコスパ最強です。これ便利かも、我が家に必要かも、と思っても8割方なくても支障がないもの。買うものを探すのではなく、買わないものを探すことを習慣づければ貯金速度は加速します。節約習慣2つ目、作れないかを考える。物を買うとき、私の頭の中には2段階ふるいがあります。まず丸1でご紹介したなくても大丈夫かどうか。なくて大丈夫だったり、家にあるもので代用できそうならもちろん買いません。ただないとダメとなった場合でもすぐには買わず、もう1段階のふるい、作れるかどうかを考えてみます。自分で作れないものなら買いますが、作れるものであればよっぽど作るのが大変ではない限り自分で作ります。なぜなら作った方が格段に安いから。例えばキッチン周りのお掃除スプレーは100均のセスキを水で溶いた手作りのセスキスプレーを活用。油汚れもしっかり落ちるし、スプレー1本のコストは数円です。洗剤系は一度成分表をチェックしてみるのがおすすめ。成分表に書いてあるものを自分で混ぜて作れば格段に安く作れる可能性があります。私は他に水垢掃除用にクエン酸スプレーを作ったり、ハイター、食器用洗剤、お水を混ぜてキッチン泡ハイターを作ったりしています。また、炭酸水メーカーを活用すれば、業務スーパーの炭酸の半額程度で炭酸水を作れますし、子供のおやつのゼリーやプリンもレンジだけで案外簡単に作れます。意外と高いゼラチンもふるさと納税を活用してお得にゲットすれば、さらにおやつのコストを下げられます。特に物価高騰の波を直撃している冷凍食品は自分で作るのがおすすめ。我が家は夫と息子のお弁当が毎日必要なのですが、お弁当用に売られている冷凍おかずはほぼ買いません。
例えばお弁当用のハンバーグは5個で200円ほどで売られていますが、自分で作れば半額以下で作れます。カップに入った副菜類も自分で作れば3分の1程度のコストです。忙しすぎて作れないという方は、夕食を作るついでに多めに作って冷凍するのがおすすめ。私は夕食の料理を作れるだけ作って、セカンド冷凍庫も活用しながら冷凍ストックをしています。料理の品数を増やすのと違い、作る量を増やすだけならそこまで手間もかかりません。また半調理されているものの活用も、ものによってはかなり節約になります。例えば、業務スーパーの白身魚のフライを一気に揚げて冷凍しておいたり、調味料などがあらかじめ混ぜられている市販のつみれを焼いてつくね風にして冷凍しておいたり、衣をつけたり混ぜたりする手間がないので比較的楽で、なおかつ完全に出来上がっているものを買うよりも安いです。どこまで手間をかけられるかによって節約できる額は変わりますが、自分ができる範囲で手作りをすれば確実に出費を抑えることができます。節約習慣3つ目、お財布を出す場所になるべく行かない。無駄遣いをしないのに一番効果的な方法は、そもそもお金を使う場所に行かないこと。目的もなくフラッと100均に行ったり、休日はショッピングモールに出かけたり、お店に行けばマーケティングのプロが考えた買ってもらう戦略だらけなので、何も買わずに出てくるのはなかなか難しいです。ではなぜ必要なものがなくてもお店に行きたくなるのか。きっと買い物することがストレス発散になっていたり、いろんな商品を見たり買ったりするのが楽しいからですよね。それを覆すには、お買い物よりも楽しい何かを見つけることです。私の場合、まず家を居心地のいい空間にすることが効果的でした。物を減らし、お部屋をすっきりさせて、お気に入りの本や映画を常に見られる環境にし、好きな音楽もいつでも聴けるようにしました。かかった費用は2万円ぐらい。ちなみにタブレットはもともと子供の学習用に買ったものなので、自分のために買ったというわけではありません。こちらも多用途で使うことを心がけています。エコーポップは音楽を聴くだけではなく、電話をかけることもできるので、子供がお留守番中の連絡手段としても重宝しています。Amazon プライムの会費とたまに購入する本代がかかりますが、月に1000円しないぐらいでお出かけの頻度を無理なく減らすことができました。また、子供が幼いうち限定ですが、家族で科学館に行ったり、市営の動物園に行ったりと、公共の施設をフル活用することで、休日の出費を抑えることができています。特におすすめなのはハイキング。今時期はいろんな木の実が落ちているので、子供に小さな袋を持たせて宝探しゲームをしています。持ち帰ったどんぐりで工作するのも楽しい時間。本気で工作するのは案外大人でも楽しいものです。ハイキングのランチには簡単なお弁当を持参したり、キャンドゥのコンパクトなホットサンドメーカーを持参してホットサンドを作ったり、ちょっと遠出した時には現地の直売所でお買い物するのも楽しい。安くお野菜を買えて一石二鳥です。そんな感じで自宅を快適にしたり、アウトドアの楽しさに気づいてからは、ショッピングモールに行く頻度をぐんと減らすことができ、それに伴い出費も減らすことができました。お買い物以外にもお金をかけずに楽しめることはたくさんあります。ご紹介したことはあくまで我が家の例ですが、こんな感じでお金がかからないことを楽しんでいるので、ぜひ参考にしてみてください。ちなみに5つ目の項目で私の趣味もご紹介します。節約習慣4つ目、お金を使う環境をなるべく避ける。生活費は自分がいる環境によって変わります。例えばお仕事。昔の話になりますが、新卒で入った会社は手取り16万円、ボーナスなしでした。にもかかわらず、強制参加の飲み会だらけ。ランチも先輩の誘いを断れず、外で食べることが多々あったので、貯金なんてできませんでした。その後、お給料重視で営業職に転職したのですが、今度は服やバッグなどの被服費が結構かかりました。
周りの方がみんな身なりに気を使っていたので、私も初めは雰囲気に流されていました。ただ貯金目標があったので、徐々にランチや飲み会を断ったり、服もリサイクルショップを活用するなど自分を貫くようになっていきましたが、集団生活の中、そのような意志を貫くことはなかなか大変でした。なので仕事をする上であまりにお金がかかってしまうようであれば、環境自体を変えてしまう方が蓄財の近道だったりします。いろんな仕事を経験してきた結果、私は今在宅でお仕事をしています。会社に勤めているわけではないので、飲み会や交際費はほぼかかりませんし、お客さんに頻繁に会うわけではないので、かっちりとした服も必要ありません。もはや私の服は島村のセールなどでゲットした数百円のものです。お金を貯めるためには在宅の仕事をした方がいいというわけではなく、今している仕事の収入とその仕事をする上での必要経費のバランスを見極める必要があるということ。例えば月収が16万円なのに、お付き合いで毎月3万円かかってしまえば、なかなか貯金するのは難しいですよね。仕事以外に友人関係や住んでいる場所もお金を貯める上でかなり影響します。友人関係を広く持つほど交際費はかかってきますし、無理をして学費が高い学校に子供を入れれば、学費だけではなくお付き合いの金額もぐーんと上がる可能性があります。自分は自分と割り切ろうと思っても、なかなかそうできない環境もあります。なので、人付き合いはあまり広げすぎない。そして経済的に無理をするような環境に飛び込まないことがお金を貯める上でのポイントだと思います。節約習慣5つ目、お得情報収集を趣味にする。私の趣味はお得情報の収集。こんな趣味を持てば日々の満足度を下げずに生活費を下げることができます。例えばシャトレーゼでは予約限定で税込み129円でケーキが買えます。サイズもこんな感じで結構大きく、ちょっとしたイベントにもぴったり。食べ物関係で言うと夜のドンキは穴場で、先日は食パン50円、おにぎり30円で購入しました。賞味期限間近なものも、ものによっては冷凍すれば日持ちします。交通費も知っている人だけが得をすることがたくさん。東京では無料バスが走っている場所があったり、都会じゃなくてもショッピングモールが運営している無料送迎バスも結構多いです。電車の切符は分割して買うことで数百円安くなる場合がありますし、子供用のパスモを作れば一律数十円になる路線もあります。たまにしか乗らないからと子供にその都度切符を買っている方は、もしかすると損している可能性があるので、一度パスモを使った子供運賃をチェックしてみてもいいかもしれません。またクレジットカードや証券口座を開設するときはポイントサイト経由じゃないともったいない。例えば私も愛用している楽天カードはポイントサイトモッピーから申し込むことで1万円分以上のポイントがもらえます。SBI 証券はなんと口座開設で2万円分以上のポイントがもらえます。これらのお得情報の詳細は概要欄にまとめましたのでご参考までに。また、コミュニティページではお得情報を配信していますので、ぜひチャンネル登録をしてチェックしてみてください。このように日々お得情報収集を楽しむことで、私は節約を加速することができました。今月2000円得したからスマホ料金がタダになったようなものだ、なんて考えるとすごく楽しいです。ただここで注意しなくてはいけないのは、お得情報には見極めが必要だということ。私は普段インスタやネットでお得情報を収集しているのですが、中にはお得と見せかけて全然お得じゃない情報も山ほどあります。例えば期間限定で半額の服。半額だけ見ると心が揺らぎますが、4000円の半額なら2000円。元値が2000円だったら買うかどうかです。見極め方としては、もともと買う予定だったものかどうかで判断すること。私もいろんなお得情報を配信していますが、それがお得かどうかは人それぞれなので、買う予定のものだったり、必要なものかどうかでぜひ見極めてみてください。ではまとめです。
お金が貯まる節約習慣はこちらの5つでした。なるべくという言葉が多いのは、ご紹介したことが全ての人に当てはまるわけではないから。ライフスタイルは人それぞれなので、どれも無理なく楽しめる範囲でやることがポイントです。ぜひできそうなことから生活に取り入れてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。